あれ何回目だっけこれ。123回やったのか。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノピーです。今回はお遊びに近いんですが、こちらソナックスのカラーワックスブラックという商品ですね。黒ボディ専用の黒色の顔料が入っているワックス、こちらを使って実験をしていきたいなと思います。で、実験の内容としては、白い車にこのカラーワックスを使って塗り重ねていったら黒い車になるのかどうかっていう実験ですね。これやろうと思ったきっかけっていうか、個人的に気になることなんですよ。ワックスって塗り重ねられるのっていうのが個人的には気になっていて、どんどん重ねていけるんだったら白い車も真っ黒になるよね。それがね、このカラーワックスだったら分かりやすいかなと思って今回検証していこうかなと思っております。で、僕過去に白い車に赤いカラーワックス使ったことあって、その時は1回の施工だったんですが、ほんのり赤っぽいピンクっぽい感じにはなりました。なので入り込んでるんだろうなとは思うんですが、それを何回も何回も施工していけばどんどん重なっていくのかどうかっていうのが知りたいんですよね。で、個人的には真っ黒にはなんないんじゃないのかなと思ってます。そこもね、まだやってみないとわからないんですが、あくまでもその傷みたいなこの凹凸に入り込むでうっすら色はつくけど、ワックスだとそれがどんどん重なっていくことはないと思います。っていうのも拭いたりする作業とかもあるので、拭く時に表面上多く塗布された分っていうのは拭き上げちゃうので、それがね、硬化型のコーティング剤とかだったらどんどん重なっていくんだろうけど、ワックスはね厳しいんじゃないのかなって個人的には思ってます。それがねどうなのかっていうのを今回ちょっと見ていくという感じです。そしたら早速外へレッツゴー。少しお時間をください。イベントのお知らせです。まずは2023年7月7日から7月30日までジェームスと車の大自然カカカのコラボキャンペーンが実施されます。こちらは全国のジェームスが対象となっており、期間中洗車用品を含む2000円以上お買い上げの方、アプリクーポン提示でシノピーオリジナルステッカー祭りバージョンが1枚プレゼントされます。それとダブルチャンスといって Twitter で特定のハッシュタグをつけて投稿すると抽選でオリジナル商品が当たるキャンペーンも行っております。まだあるんですよ。2023年7月30日ジェームス月島、ジェームス熊谷月見店、こちら埼玉県ですね、個別相談会などのイベントを行います。それと最後、2023年8月6日日曜日ジェームス安城店、こちら愛知県ですね。こちらでも同様個別相談会やじゃんけん大会などのイベントが実施されます。詳しいことは YouTube のコミュニティだったり、あとは Twitter などでも告知していますので、ぜひチェックしてみてください。そしたら動画の続きをどうぞ。はい、そしたらこの車に施工していこうと思います。今マスキングテープ1本引いてあるんですが、左側は未施工という形で、右側に塗り重ねていこうかなと思っております。だから真ん中は一層、一番右は何度も何度も塗り重ねていくみたいな感じにしようかな。なのでまずはマスキングテープより右側にカラーワックス施工していきます。使い方は1洗車後水滴を拭き取る、2ボトルをよく振りスポンジに液を適量つけ均一に塗り広げる、3液が乾いてきたらクロス等で拭き取る。米印、乾燥させすぎると拭き取りにくくなる。拭き取りにくい場合は再度液を塗布し乾く前に拭き取る。そう難しくはないと思います。よく振った後、こんな感じです。ドゥルッと出てきました。で、これ注意喚起しておきますが、黒い車用なので白い車とかには使わないでください。使うとどうなるのかっていうのも一緒に見れると思うので、そこもね見ていけたらいいなと思います。そしたら塗っていきます。どっからいこうかな。この辺から。こんな感じね。1回目はこんなもんかな。クロスで拭き上げていきます。ちょっと今半乾き的な感じでしたね。完全には乾ききってなかったかも。けどあんま乾燥させると良くないみたいなので、半ウエットぐらいで。タオル真っ黒になっちゃった。これもう使えないね。傷のとこにすごい入り込んでるわ。ポツポツすごい。全体的に黒くなったかって言われるとそんな感じしないんだけど、飛び石のところが結構すごいね。ちょっとまだ施工できてない部分、この辺施工していきます。ワックスがどう塗れてるかっていうのも分かりやすいね。そしたらちょっと待って拭き上げていきます。
でやっぱさっきね使った感じ、これちょっと勉強になるなと思ったんですけど、厚く濡れちゃったところはやっぱ乾きづらいですね。だからもう全体的にしっかり拭いていきたいっていう場合は均一に塗んないと、ここ乾いてないやっていう部分が出てきちゃうので、この辺はねワックス含め気をつけて施工した方が良さそうですね。この辺とかまだ乾いてなさそうですね。この辺はね大丈夫そうです。なんかツヤがなくなってきたらいけると思います。でもこの辺拭き上げていきます。確かに乾きすぎちゃうとこのムラ取るの大変かもしれない。難しいね、やっぱこのタイミングっていうの。1回目はこんな感じですかね。思っていた以上には黒くなんないと思います。前使ったカラーワックスよりかはねだいぶ色入ってない気がする。最終仕上げのフロスで仕上げます。やっぱこのプレスラインとかはあんま拭けてないね。勉強になるわ。とりあえず1回目施工終わりました。どうでしょう。パッと見わかんないんじゃない？この辺にねムラあるなっていう感じはするけど、でこの辺見てもらえればわかると思うんですが、これ飛び石の跡ですね。しっかり黒くなっているのと、あとここ謎の傷ですね。ここも黒くなってます。あとは正面だね。これちょっとカメラで追えないんですが、ここちょっと飛び石の跡、あと全体的にこれなんだろうな、鉄粉なのかな飛び石なのかな、ポツ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 黒い斑点みたいなのができています。この辺だったらわかるかな。これ映ってるかな。この辺とかポツポツ黒い斑点みたいなのがあります。なんかね飛び石みたいなところに入り込んでる感じです。そしたら一層って言い方が正しいのかわからないんですが、1回施工したところ真ん中ですね。でマスキングテープを追加して右側どんどん塗り重ねていこうと思います。何回ぐらいいこっかね。10回ぐらいいっちゃおうかな。でこの感じだともう10回塗り重ねても多分真っ黒にはならないと思うんです。徐々には黒くなるかもしれないけど、僕的にはそんなね大きな変化はないんじゃないかなと思ってます。ああなるほどね。なんか1回目に比べて入り込んでってる感じがない。もうそれなりに埋まってるからなのか、そんな感じがねあまりしないです。感覚的な話ね。2回目終了。拭き上げます。2回目終わりました。そんな変わんない気がするね。3回目施工していきます。今日5回施工して明日5回施工しようかな。で最終水はじきとかも見てみて、このカラーワックスが水はじき得られるものなのかどうかはちょっとよく分かってないです。ちなみにノーコンパウンド拭き上げていきます。なんかこれ以上はねなんかただのワックスを施工しているような感じがするけど、黒くなってってんのかな。なんかなってってる気がしなくもないんだよね。次4回目。カラーワックスもね種類あるからね、もっと染まるやつもあったんだよね。この車じゃないんだけど、前やったソフト99のやつ、あの辺の方がもっと色はっきり出た記憶があるんだよね。でもカラーワックスってなかなかね売ってないんですよ。これねたまたま手持ちで持ってたやつ。さっきなんか仕上げ拭きしてないような気がするな。ツヤは出てるんだけどね、なんか雰囲気、傷のね深さでもだいぶ違うと思います。傷深いところに色が入っているっていうことは、洗車傷とかも深いもの、すり傷とかだったらしっかり色は入るんだと思うんだけど、なんか磨いてツルツルにした後とかはもしかしたら色入りにくいかもしれないね。ちょっと憶測なので何とも言えませんが、5回目やっていきます。優しく塗り込むっていうよりかは多めにボディにワックスを残す感じでやってみますか。こんな感じでいきますか。多分厚く塗れてるだけで変わんないと思うんだよね。染まりはしないのかなやっぱ。4回で変化、変化すらあんまよく分かってない状況っていうことは、真っ黒にするのはもう無理ですね多分。一応あと5回やるけど言ったから、ちょっと拭いていきます。なんかね拭き上げが重くなっただけでこんな変わんないですね。厚塗りがダメっていうことがよくわかる。いつも厚塗りしちゃってるからね。ちゃんと反省で、クロスもワックスがつきすぎると拭きづらくなるね。これも発見。拭き上げクロスも面をちょっと変えながら施工していかないとムラになりやすい。発見がいっぱいあるな。それだけでも十分です。今日なんか黒くなってる気がするな。ちょっ
となってる気がするぞ。今日はここまでにしよう。1回、定着もクソもないと思うんですが、一旦1日置いてまた塗布していきます。でもう5回塗布して最終的にマスキングテープ剥がして違いがあるのか。でこっちもね若干黒っぽいな、なんかそんな気がする。なんか何も成功しないよりかはちょっと黒っぽくなってるけど、一番右塗り重ねてってもあんま意味ないんじゃないのかなって今のところ思ってるけど、マスキングテープ剥がしてみないと意外にこういうのは分からないと。はい、喋りすぎたのでまた明日。はい、そしたら翌日ですね、5回までカラーワックス成功してあるので、さらに5回塗り重ねていきます。塗り重ねるっていう表現は正しいのかい。いきます。お、なんか黒くなってきたか。この辺とか特に黒くなってきたような気がする。そしたら7回目いきますか。やっぱこのタオルにこう付着すると伸ばす一方ですね。もうタオルが限界を迎えております。よし、7回目終わりました。ちょっと黒くなってる気がするけど、ビビたる差か。続いて8回目。じゃあ最後10回目ですね。そしたら最後吹き上げていきます。ようやく10回目が終わりました。でこれ吹き上げ終わったら水をかけて水はじき、その前にちょっとマスキングテープ剥がして色味が全体と比べてどう違うのか見ていこうかなと思ってます。そしたら気になる色味の違いですね。マスキングテープを剥がしてみようと思います。若干濃いか。どう違いわかるね。けどこんな大きな差じゃなさそうだぞ。そしたら見せ子のところですね。はい、これ違いますね。なるほどね。どうですか。見て1回でもだいぶ色入ってるね、こう見ると。で10回施工したからといって10倍黒くなってるっていう感じはしないです。ちょっと濃いかなっていう感じはするんですが、だから1回施工よりかは2回ぐらいやっといた方がしっかり傷とかに埋まりやすいんじゃないのかなって思うんですよ。けどそれ以降の施工は僕的にはそんなねツヤには大きく関係してこないんじゃないのかなってこう見てもね思いますね。分かりやすい。はい、そしたら水はじきを見ていきます。もう濡れてる理由としてはね、1回水かけたんだけど見えにくかったのでカメラの設定を変えました。水かけます。左側はこう浸水状態っていうか、一つのまとまりになって水が引いていくような感じで、ワックス成功したところは弾いてますね。弾いてるけど特別水はじきが良くなったっていう感じはしないです。でこれ今水のかけ方を変えました。拡散にしたんですが、このねホースノズル結構ねシャワーが束になってこう出るので、こう水はじきの感じ見え方違うと思います。撥水力弱いように見える感じですよね。これね大量に水がかかってるからなんですが、もうこういうかけ方をするとすごい撥水してるように見える。これね水のかけ方の違いなので判断人それぞれね変わってくるんですよ。撥水力はね悪くないですね。そんな軽く拭いてみますか。真ん中黒いね。右側も黒いですね。なんかグレーっていう感じ。けど黒の濃さはそんな大きな差はないかなって僕は思います。そしたら一回洗ってみます。水はじきどうだろう。なんか若干弱まった気がするけど黒さは保たれております。そしたらちょっとアルカリ系の洗浄剤使ってみますか。そしたらちょっと大げさにリンレイのウルトラハードクリーナー、これを使ってみます。クロスにたっぷり塗布してこう撫でていく。タオルが黒っぽくなっているのでおそらく取れていると思います。であまり放置しない方がいいです。アルカリ系使ってるのは、油分を落としてくれる効果がね高いからアルカリ系を使っています。こんな感じで一回洗い流します。で撥水しなくなりました。念のため中性のカーシャンプーで洗っていきます。っていうのもアルカリ系の溶剤がベタっとくっついて水はじきがなくなるケースがあるので、本当はね弾くのに弾かなくなるケースあります。なので一旦洗ってよくすすぐっていうのはすごい重要ですね。水はじきはどうでしょうか。ないですね。一回拭き上げます。はい、拭き上げが終わりました。どうでしょうか。僕が肉眼で見る限りは黒っぽいのはもう落ちております。この傷の中も落ちてるわ。といった感じですね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらソナックスのカラーワックスブラックを使って
して何回も施工していけば車は黒くなるのかっていうのを白い車を使って検証してみました。自分でね、やっときながら何やってんだみたいな感じでちょっと今にやけちゃったんですが、結果としては何回も施工したところで真っ黒にはなりませんっていう結果ですね。今回は未施工と1回の施工とあと10回の施工3箇所見比べてみたんですが、1回のところと10回のところそんな大きな差はなかったです。10回塗ったからといって10倍の黒さになるわけではなかった。なのでワックスを何回も何回も短期間で塗り重ねみたいな感じで施工してってもあんま意味ないのかなと僕は思っています。もちろんね、ものによっては効果があるものもあるかもしれませんけど、今回やったこのソナックスのカラーワックスブラックは意味がなかった。でなんで意味がなかったのかなっていろいろ考えてみたんですよ。僕のこうかなって思ってるのは洗車傷とかそれ以外の傷とかへこみとかいろいろあると思うんですが、そこにこの黒いワックスが入り込んでいく。で黒くは見えるけど1回入り込んだものっていうのはもう埋まってる状態なので、そこに何回施工しても結局はそれ以上は埋まらない。で表面に残っているワックスを拭き取るだけなのであまり意味ないのかなとは思っています。2回ぐらいだったら意味あるのかなとは思ってるんですよね。その理由としては埋まりきってないところにしっかりまた埋めるっていう意味では意味なくはないとは思ってるんですが、何回も何回もやってもそう意味はないのかなと思いました。ワックスは基本的には油なのでアルカリ系の洗浄剤とかを使えば簡単に落とせますよといった感じですね。今回の検証ね、すごく面白かったですね。実際にどうなんだろうって思ってた部分ではあるので、またこれがねコーティング剤とか硬化タイプとかいろいろあると思うんですが、それによっては状況はいろいろ変わってくると思うので何とも言えない。とりあえず今回このソナックスのカラーワックスだったら塗り重ねっていうのはあまり意味なかったのかなと思います。であと、白い車が色変わってたじゃないですか。実際にちょっとグレーっぽく黒っぽくなっていたと思います。なので色味はね変わるっていうことですよ。どういうことかっていうと、黒い車だったら黒が濃くなったり黒々しくなったりする可能性っていうのはかなりあると。で逆に言えば本来の車のカラーの色味と変わってくる可能性がある。これ黒でもいろんな黒があるのでこの色だったら使えますよって記載されてますが、どうなんだろうね。そこら辺も難しいところだなと思いました。実際に白い車であんだけ色味が変わったので、黒い車だと目立たないかもしれないんですが、なんとなく雰囲気が変わる、いい意味悪い意味ね、変わる可能性はありますよっていうのは頭に入れといてもらいたいなと思います。こんなね検証を今後もちょっと続けていきたいなと思うんですよ。なんかね目に見えるような形でやっていきたい。僕もね正直わからない部分が多い。あとなんか憶測の情報も結構飛び交ってたりするので、いやそれ本当かなって思ったり僕するんですよ。だったらやってみようみたいな感じです。なのでこういった検証もやってもらいたいですみたいなのがあればぜひコメント欄に記入しておいてもらいたいなと思います。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。